テラフォームを追え星を脱出したい番。脱出を手助けしたいつもの3万10。しかし、テラフォーム企業のセンチネルコープは、彼らをすかさず捕虜とし、ある土地へと。やられた。博士、ここはどこなんです？ひとまずわからないと言っておこう。何それ？センチネルコープの奴ら、騙したのか？こんな偏僻なところに、しかも服まで剥いで。それに、お腹も空いています。岩ばっかりだから、ベリーとかもなってなさそうだね。イバンはともかく、乙女まんじゅうの服を剥ぐとか、どういうつもりだまったく。俺はともかくってなんだ？というか、本当に何も手持ちのもの、ないんです？まあ、正直期待はできないところだな。あれ、何か手紙が。全くもって不愉快だ。君は、君の命を餌に、我が社が用意したレールの上を歩いただけ。なのに自我を持ち、脱出を試みた。だが、我々も鬼じゃない。約束通り、そんな君と、それを手助けしたおまんじゅう3つ。君らには、安全な場所を用意した。働いている限りは、最低限の衣食住は確保される、まさに安全な施設だ。感謝するように。センチネルコープ。ふざけてんな。約束ってのは、テラフォームを完遂させたら、家族と共に安全な場所に輸送するってやつだな。こんな手紙捨てちまって、できることを探すか。ああ、そうだな。ひとまずは、先ほど見えていたお家に向かいますか？どなたかいらっしゃるかもしれません。お腹も空いてるからね。センチネルコープの言いぶり的には、あまりまともな施設には思えないが、まあなんであれ向かってみるとしようか。ただ、今黄色まんじゅうが言っていた通り、働いている限りは、衣食住確保とかなんとか。ですがそんないきなり何もできず積むということはきっと。脱走者だ、あいつを捕まえろ。なんか追われてるんだが？いや、落ち着いてください。きっと勘違いですぞ。いや、これ勘違いだとしても我々を脱走者としてボコそうとしてるよね。なんでこんなことに。何か策は？思いつかないな。そんな。じゃあねヨウム、いけるか？久しぶりの戦闘だね。おいおい、穏やかじゃないな。まあそういうことなら私ももちろんお供しますが、安心しろイバン、こいつらはやかましいが、リムの星で育った戦闘能力に関してはピカイチ。まずはこの離れたところにいる一人から順番に倒しましょう。すぐ他の人が来ちゃうから、なるべくクイックに倒さないとね。相手は武器持ち鎧持ち。対してこちらは武器も鎧もない。博士は離れていてください。俺の拳じゃ1ダメージしか与えられないようだ。もう囲まれた。体が思ったよりうまく動かないですぞ。私。博士。思ったよりまずい。あちゃおいおい、まったくじゃないか。マジかよ。マジかよ。博士気絶しながら喋らないでください。お前もな。まったく、世話が焼ける。だが、これでお前もオクランの召使いになった。お前をその名前と、取り憑かれている闇から解放してやろうじゃないか。新たな、そしてより高尚な目的が与えられるのだ。さあ罪を悔い改めよ。光の目的のため、魂を捧げるのだ。さすれば、慈悲を与えられるであろう。異端者のみがマスターに背く。異端者のみがオクランの意志に背く。脱走しようとすれば、炎で滅ぼされるだけだ。私としたことが。何ですかこの状況は？足かせつけられて、牢屋の中ですと。しかも髪までイバンさん部屋になってますし。この状況で労働となると、まるで奴隷じゃないですか。奴隷？ホーリーネーションの奴隷。人間としての権利が認められず、死ぬまでマスターに仕える以外は何もできない奴隷だ。奴隷なのだ。博士大変です。びっくりした。ヨウム、大変なの。ここ、多分奴隷労働施設っぽい。出ろ、仕事だ。なるほどね。聖なる兄弟がお前を正しい道へ。ちょっと待て。あんたが労働しろって言ったんだから聞く義理はないでしょ。ヨウム大丈夫？あんまり変なことしてると目つけられるよ。
大丈夫大丈夫。さっきはちょっと油断したけど、また戦闘になったら返り討ちにするよ。あ、そういえば戦闘、私たちなんか、力が思ったより出なかったよね。ああ、あれ、連行された直後だったからかなとか思ってたけど、今もなんか力があまり入らないね。一応ステータスも確認しておきましょう。どういうこと？ステータスが軒並み1ですぞ。これじゃあまともに戦うのも厳しいね。ということは私も？あちゃー、そうみたいだね。これは早急に打開策を考えないとまずいですぞ。ただ、博士もイヴァンさんも気絶してるし、今何かできるわけではないのよね。とりあえず私は今は順々なふりしておくね。それが良さそうね。博士、目覚めましたか？どうやら我々、奴隷にまったく、いきなり奴隷にされるなんてついてないぜ。大丈夫だ、RID の頭脳担当、私がなんとか対策を考えよう。博士が頭脳担当のイメージ別にそんなにない。お前は力で解決するだろ。ともかく、今は最低限の食事がもらえるよう、下手に逆らわず過ごすんだ。とっくにそうしてるよ。体中が痛え。起きたかイヴァン。まったく散々な目にあったぞ。で、これはどういう状態だ？奴隷労働おめでとう。イヴァンさん、センチネルコープが送り込んだこの施設、奴隷労働施設だったようなんです。やってくれたな。策は考えるから今は従っておくように。えらく落ち着いているな。まあ、私が個人的に崇拝している、別の世界線のおまんじゅう。彼女らはここから脱出し、その拳を武器にこの世界を渡り歩いたという。だからなんか色々知ってそうな感じがしてたのね。その通りだ。そして我々もここを脱出し、その伝説を胸に、この世界でなすべきことをなす。そう考えれば、自然と冷静にもなれる。その労働の成果物が、この気味悪い像だとしてもか？足元にひび入れてぶっ壊せ。全然落ち着いてないですぞ博士。まあ半分冗談で、別にこの像が何だろうと、我々には知ったことではない。だが、敵を知ることは重要だ。レイム、この像がどう崇拝されているのか、その歴史的経緯を含めて調べてくれないか？なんで私なんですか？私は脱出のための策を練るのに忙しくてよ。そんな。それで言うと各自、労働の中で、色々な場所に出向くと思うが、そもそもどこから脱出できるのか、労働しながら探ってくれないか？と言っても何かヒントになりそうなことないの？わかっていることは、この場所がリバースという場所ということ。そして手元の地図に、意味ありげに孤立した小屋というものだけ記されていることだ。怪しいな。怪しいですが、現状そこぐらいしか情報がないですからな。物理的に一番近いのは、今のところ私なんだが、山に囲われていてどうにもまっすぐは行けそうにない。そもそもこの山を越えれそうな場所は、こっち側には繋がっていなさそうなんだよな。となると、繋がっているのは西側か？そういえば西側といえば、レイムがちょうどいたような。私ですか？その今いる道の上方向、脱出経路あったりしないか？ちょっと待っててくださいね。門がありますが、逆に言うと門があるということは、ここは出口なのかもしれません。ちっちゃくだが、当然のように見張りもいるように見えるな。そこから例の小屋の方まで繋がっていたりしないか？それもちょっと待っててくださいね。確かに何か道は伸びているように見えます。どこに繋がっているかはわからないですが、方向的には、この峰を北側に抜けるようだ。脱出経路としては、そこを目指すで一旦良さそうだ。少しでも進展があると、安心ですな。というか博士、さっき門の話出たんだけどさ。私すでに門の外にいるんだよね。ということは脱出できそうなんですか？少なくとも私が今いる場所から、こっち側はもう外の世界っぽい気はするんだよね。おや、確かにそう見えるな。強いて言うなら、唯一の手がかりである、孤立した小屋。そこに繋がる道ではなさそうというぐらいだな。完全に繋がっていないわけではなさそうですけどね。シンプル脱走なら、白まんじゅうの場所から、謎の小屋を訪ねるなら、赤まんじゅうがいる場所からだな。2案あるのはありがたい。レイム案をメインに、ヨウムはそちらから脱走できないかとか画策をしてくれないか？早速もしタイミングあれば隙見て向こう側に走ってみようかな。ただ捕まったらまた、ボコボコにされるだろうからな。怪我が治ってからにするといい。そうね。さて、かれこれ4時間ぐらいツルハシを振るわされているわけだが、他の奴隷君たちに聞いた話によると、10時頃に、戻っていいという指示があるそうだ。10時まで働くんですか？で、戻る先は空いている牢屋のようだ。なんて扱いだ。それでまた朝から労働となると、脱出どころか、日中起きているだけでもギリギリですぞ。まあ、それが目的だろうな。ついでに言うと、この奴隷施設を仕切る組織はホーリーネーション。オクランとかいう神を信仰する、宗教国家だそうだ。じゃあ気味悪い像は？オクランをかたどったものだろうな。
そして、ホーリーネーションはグリーンランダーの男性を主とし、女性や他の種族への差別が激しい。グリーンランダー？まあエヴァンみたいな見た目の人間のことだ。じゃあなんで俺が奴隷に？奴隷として送り込まれているからな。そして、どうやらこのリバースから脱出する方法の一つだが、なんとか監視から装備一式を奪い、グリーンランダーの男性がそれを着て変装。その男性が他のメンバーを抱えて脱出するという手があるらしい。おう、それでいいじゃねえか。だが、あれな話だが、それぞれの得意不得意を決めるために、新しい種族作っちまったんだよな。どういうことです？イヴァンはイヴァンという種族であり人間のグリーンランダーとは似て非なるものだ。なんでだよ。早速一案消えたじゃん。ちなみにもちろん我々はおまんじゅうだからグリーンランダーじゃないぜ。そうですか。と、そんなヨタ話をしていたらそろそろ10時。よし、私は帰って脱出の方法を考えさせてもらうぜ。その間、私たちは何を？私から指示があるまでは、好きに過ごすといい。それにしても人間とは違う種族もいくつかいるようだな。この先、仲間になってくれたりするんだろうか。さて、博士も脱出方法を考えると言いながら、寝ている可能性があるのですが、私としてはせめてこの施設での労働を心地よく過ごすために、親睦を深めたい所存。ですが、ここからでは他の方に声をかけられません。同じ牢屋の中であれば、移動しても怒られませんよね？やや犯罪臭がしますが、ピッキングして、隣の牢屋に移ってしまいましょう。まあ、そんな簡単ではないようですけどね。明日は隣に人がいる牢屋に入るようにしましょうか。お、レイム、早速ピッキングの技術を磨くとは、先見の明がついてきたか？あ、博士、起きてたんですか？はい、ピッキングして隣の牢屋に移って、お隣の方とおしゃべりしようか。私の賞賛を返せ。まあ、ともかくやはり脱出のためにはまず夜間に何かしら行動を起こす必要がある。理由はともあれ、ピッキングの技術を磨いておくことは重要そうだ。私はこの足かせを外しながら、その腕を磨くとしよう。業務、イヴァンも同じく足かせの鍵だけでも外しておけ。足かせ自体外すとヤバそうだから、解錠した上で足につけておくね。俺もそうしよう。あ、皆さん起きてたんですな。まあ、この時間ぐらいしか、好き勝手できなさそうだからね。さっき昼間から監視さんの説教を無視してる人が何を。あれは論破したから。よし、足かせも外して、牢屋も解錠したぞ。お、やるじゃねえか。さすが器用ですぞ。だが、やることなくなったな。そしたらイヴァン、こっそり抜けて、奥の牢屋のやつの足かせを回収してくれ。まあいいが、どうしてだ？一つは足かせを外したらどういう目に遭うのかの確認、もう一つは、足かせを集めたってな。いやそれ、こいつがどうなっても知らんってことか？ああ、私の興味の犠牲者とも言えよう。サイコパスか？いや博士はもともと結構そういうタイプ。マジか知らんかったわ。悪いな。すまんが俺を恨まないでくれな。よし、これで外れたはず。あれ、消えたのか？すでに外したっぽいね。外したら消えるのか。私たちのは消えてないですけどね。そうか。あ、ちなみに私も足かせ牢屋両方解錠したよ。足かせが欲しいんだっけ？ああ、可能な限り、多くな。一体何のために？業務？何してんの？いや、起きてる時に外したらどこかに消えるんでしょ？少しおねんねしてもらってから、外せばいいやって。なんかお前らみんな変わってるよな。私もですか？ピッキング始めた理由が、脱出のためじゃなくて隣のやつとおしゃべりするためなのはおかしいだろ。そうですか？ところで割り込んですまんが、その暗殺スキルも今後必要そうだ。いろいろ考えてみたが、やはり今の我々の戦闘能力でこの看守どもを蹴散らすことはほぼ不可能。なんとか気絶させて進むというのも手段になりうる。なんとなくやり方は分かってきたよ。ギリギリ足かせ解錠できそうなところまで持って行って、おねんねしてもらって続きの解錠をする。よしこれでいけそうだね。なんで？マジか、これでもダメなのか。足かせ集めは、楽じゃなさそうだな。ちなみにイヴァンさんの近くにいた方がどうなったかはわからないけど、こっちは監視さんが起きてきたよ。業務はピッキングをやめないのね。出ろ、仕事だ。じゃあ私はここから離れるね。で、先ほどの足かせを外されたやつだが。まったく、また逃げようと思うなよ異端者。お前にはオクランの任務があるのだぞ。なるほど、特にお咎めなしか。であれば、自分たちの足かせを外してどこかにまとめておけば、足かせを集めることはできそうです。となれば私の脱出案、マリギツネ作戦ができそうだな。何それ？これから毎日、そっと監視たちの懐に、たくさんの足かせを送ろうと思う。何のためだよ。この足かせは一つ 20kg。懐いっぱいにプレゼントすれば 200kg。さすがにその重さでは歩けないだろう。いや、普通にしまわれて終わりじゃない。というか足につけてやってもいいな。聞いてないわこの人。
まあ好きにやらせましょう。待ってろホーリーネーションの看守ども。今のところ髪剃られた以外お前らに恨みはねえが、少なくともこの場所に残るわけにもいかねえ。だとすると俺は恨み出ろってことにならんか？ややこしいこと言うな。すまん。ともかく、全員でここを脱出し、この剣士の世界で RID の物語を紡ぐ。わかったら今日も奴隷のロールプレイをしながら夜中に爪を研ぐとしようか。あいあい、そうしましょう。全く太刀打ちできないの悔しいな。俺ずっと労働してるような。それでは、新天地に放り込まれ、想像以上の過酷な環境にもかかわらず、めげずにツルハシを振り始めた。RID の新たな始まりを眺めながら、本日はここまでとしましょう。それではご視聴、ありがとうございました。